日本と聞いて最初に浮かぶものは何ですか？アニメ、寿司、桜、それとも侍？日本は最先端の技術と何百年もの伝統が交差する世界でも稀な国です。今日は日本を象徴する10の魅力を一気に巡ります。最後に待つ影のヒーローを知れば、きっとあなたの日本観が変わります。最後まで見てください。信じてください。ラストの秘密は絶対に見逃せません。日本を語る上で欠かせないのがアニメと漫画。まさに世界に広がる文化大使です。ドラゴンボール、ナルト、ワンピース、ドラえもん、進撃の巨人など伝説的な漫画は子供から大人まで夢と感動を与えてきました。これらの物語は翻訳され、世界各国でアニメ放送や映画化が行われ、世代を超えてファンを増やし続けています。漫画喫茶で読む人、アニメショップでグッズを買うファン、国際イベントでの熱気あるコスプレを思い浮かべてください。秋葉原や池袋のオタク街は世界中から観光客を集め、年間数千億円規模の経済を生み出しています。アニメは単なるアニメーションではなく、社会や人生哲学を映し出す芸術的な物語表現でもあります。友情と冒険を描くワンピース、命の価値を問う進撃の巨人、家族愛を描いた千と千尋の神隠し、どれも人生観を揺さぶります。海外のファンが日本語を学び、日本を訪れ、現地のアニメ聖地を巡礼する現象も生まれています。しかしポップカルチャーだけではありません。日本は世界を変える発明でも有名です。日本の発明は日常生活を劇的に変えました。安藤桃福のインスタントラーメン、ソニーのウォークマン、世界最速の新幹線、デジタル時代を支える QR コード、これらは日常を便利にし、世界に影響を与えました。朝の通勤、新幹線の車窓、夜のコンビニ、身近にある発明の存在を想像してください。多くの発明は戦後の復興と経済成長を支え、日本ブランドを世界に広めました。しかしテクノロジーだけでは日本を語りきれません。過去の武士の精神も見逃せません。武士たちは名誉と忠誠心を重んじました。剣術、弓術、戦略、そして人生哲学、忠義を重んじ名誉を守るその生き方は、現代にわたり日本人の価値観を形作ってきました。平安末期から江戸時代まで、武士は政治と軍事の中心でした。主君への忠誠は命より重く、裏切りは家の名誉を失うことを意味しました。士論は義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義の七徳を重んじます。これは戦場だけでなく日常の振る舞いにも及びました。朝日の下、鎧をまとった侍が静かに刀を抜く、あるいは戦場で指揮を執り中身を鼓舞する姿、47人の赤穂浪士が主君の仇を討ち、後に切腹して義を全うした物語は武士道の象徴とされています。その精神は企業文化やスポーツにも受け継がれ、責任感やチームワークを重んじる基盤となっています。現代の剣道や居合道、茶道や礼儀作法にも武士が培った心構えが脈々と流れています。そして厳格な武士の隣には繊細な心と哲学を秘めた茶の世界があります。この動画が気に入ったらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。次のパートでは芸術と人生哲学が融合する繊細な世界をご紹介します。
お楽しみに。この先にはまだ誰も知らない日本の秘密が静かにあなたを待っています。茶道は単なるお茶の儀式ではなく、心を磨く道です。一杯の茶に心を込め、季節や自然と調和し、静寂と集中を体験します。庭園も眺め、茶室で茶を立てる所作の細かさを想像してください。茶道を通し、禅の精神や季節の美を学ぶこともできます。しかし、茶道だけではありません。日本には優雅さと芸術性を兼ね備えた女性たちもいます。芸者は日本の美と伝統を象徴しています。舞、音楽、三味線、着物、所作、すべてが計算され尽くした洗練の芸術です。夜の料亭で舞う姿、控えめな笑顔、細やかな会話術を想像してください。芸者の世界には奥深しれいに作法とし、出関係もあります。そして優雅な茶室の外では、日本全国が色鮮やかに輝く祭りがあります。日本の祭りは季節と地域の文化を彩ります。桜祭り、夏祭り、秋の宿泊祭り、冬の雪祭り、屋台、みこし、太鼓、踊りがい町を囲み、人々は年中行事を楽しみます。祇園祭、京都は豪華な山鉾巡行、ねぶた祭、青森は巨大な灯籠、阿波踊り、徳島は伊豆、舞が名物です。露店のたこ焼きや焼きそばを頬張り、浴衣で参道を歩く、それが祭りの醍醐味です。夜空を彩る花火、法被姿の担ぎ手、太鼓の連打、根付きと一体感が夜さらけまで続きます。みこしは神を乗せる腰、担ぐことで町の厄を払い、豊穣と無事を祈ります。着地に独自の衣装や掛け声があり、伝統は地域の誇りとして受け継がれます。祭りの熱気に酔ったら、次は日本が世界に誇る食の旅へ。和食は味覚、見た目、季節感の三一体。寿司、ラーメン、和牛、天ぷら、抹茶菓子、ユネスコ無形文化遺産が示す通り、その奥行きは計り知れません。地味を生む出し、発酵の知恵、味噌、醤油、酢、在子を咲かす技が和食の核です。懐石は季節の芸術、居酒屋は気軽な田皿、屋台ラーメンは地域性が光ります。築地や豊洲で選ぶ鮮魚、職人の手で握られる寿司、湯気立つ屋台の一杯。北海道は海鮮、関西は粉物、お好み焼き、たこ焼き、九州は豚骨ラーメンが名物です。盛り付けは器、色、余白を重んじ、目でも季節を味わいます。味覚の旅を終えたら、心を澄ませる祈りの空間へ。神社と寺院は日本の精神文化の要。鳥居をくぐり、手水で清め、鈴を鳴らして祈る。御朱印は参拝の記憶を刻みます。伏見稲荷の千本鳥居、伊勢神宮の厳かさ、明治神宮の森、清水寺の舞台も厚巻です。おみくじ、絵馬、七五三、初詣、年中行事は暮らしに根付き、世代を超えて続きます。山頂で拝む初日の出、紅葉の参道、宵の灯籠が揺れる境内。参拝は静けさと調和を取り戻す時間。自然と季節が祈りに溶け込みます。では、その祈りを包む四季のステージへ視線を移しましょう。日
本の四季は自然と文化が響き合う舞台です。春は桜、夏は花火と海、秋は紅葉、冬は雪景色。季節は暮らしのリズムを刻みます。桜は上野公園、弘前城、もみじは嵐山、日光、雪は白川郷、小樽が人気です。夏は隅田川花火や大曲花火、冬は温泉で雪見風呂。旬の味覚も外せません。川辺の花見、浴衣での花火大会、山里のもみじ、雪国の温泉街。自然と祭りの掛け合わせが旅を豊かにし、訪れるたびに新しい表情を見せます。そして最後に歴史の闇をかけた影の者たち、秘密の世界へ。忍者は影に潜み、情報と奇襲で戦国を生き抜きました。偵察、か乱、心理戦、火薬術、暗号。伊賀甲賀の流派は任務に応じて術を使い分けました。鎖鎌や手裏剣は主に牽制、国装族は夜間任務向け、水雲や神縄など道具も伝わります。伊賀流忍者博物館や甲賀の里では体験や資料で実像に触れられます。月明かりの山道、白下の裏路地、屋根をたう足音。影は風のように現れて消えます。伝説は映画、ゲームに息づき、現代のポップカルチャーでも再解釈され続けています。では次回は実名で語られるトップ10忍者へ。最後には必ず驚きが待っています。今回は日本の文化、発明、自然、祭り、そして忍者の世界を紹介しました。侍と忍者、あなたはどちらに心を動かされましたか？ A か B でコメントしてください。あなたの1クリックが次の動画をさらに面白くする力になります。ぜひチャンネル登録と高評価、通知オンをお願いします。次回は忍者の伝説を徹底解剖します。それでは次回の冒険でお会いしましょう。